あっち。本当がここにあってる。あっち。レンズ変えたら。あっち。マコはすごい体を短くするので、今日は3ミリの割り勘で。で、頭をこう丸くしたいので、かける位置はここよりもちょっとだけ手前にしておきます。綺麗にかけるコツとかはありますか？綺麗にかけるコツは、お肌をよく伸ばして、でこういうくぼみとかは伸ばしていく。こういっちゃうとバリカンの刃が入っちゃって、ここに跡がついちゃうので、こういうところは外に伸ばしながらやっていくことです。で、よく引っ張ってお肉挟まないようにしながら取っていきます。でこういうタックアップのところは足をつなげるので、ちょっと浮かせながらぼかしつつかけていきます。かかるときは、私は足を上げて脇を確認してから、この下のサイドに取っていきます。反対も。同じように、ちょっと手前から左手で引っ張って。この辺りも頭ちょっとつなげていきたいので、少し多めに残して後でハサミで調節していきます。前側は少しこの辺りを残して、いらないところから取っていきます。で、3ミリとかですとこの辺りにつむじがあるので、刈りすぎるとここだけ剥げちゃったりするので、そこもちょっと下に伸ばしながらつむじにかぶらないようにバリカンかけていきます。ここで浮かしたところを万歳した時に一緒にこの辺まで刈ってしまうと、ここがえぐれてすごい足がつなぎ目がぼかしにくくなっちゃうので、この辺りは万歳した時に気をつけながら刈らないようにしてます。で、この時にこの内側に入ってくる毛をミニ針で先に取っておくとタックアップが作りやすくなるので、ちょっと外に逃しながらお肌に当てすぎない感じで取っていくと後が楽になります。で、おしっこが流れるようにちょっとだけ三角目に作ってます。流れの説明やばくない？この子はスッキリスタイルなので、足先のバリカンをかけて足を出して足になりのように短くストレートに作っていきます。まず最初にやるのが
クリッピングラインをきれいにしっかりまっすぐに切っていきます。今度はちょっと足を上げてこう下に下ろして、ここのラインより出てくる毛を取っていきます。私はサイドから取って足の太さを決めていくんですけど、ちょっと毛量が多いのでブレンダーで長刈りをします。ブレンダーはどこのブレンダーですか？これはケリーのブレンダーですね。仕上げてガツガツやってもいいんですけど、私はちょっと力が結構入ると手が痛くなるので、ブレンダーの方が軽くできる気がするのでブレンダーを使ってます。側面をしたら内側にこう自分でまっすぐ切っているつもりでも、この辺りからだんだんこう広がっていっていくとまっすぐに切れてなかったりするので、しっかりフォームで出したらずっとまっすぐを意識して切っていくとまっすぐ切れたりします。私よくこういう広がりやすくなってたので。後ろもう足なりに短くくらいなので、足の形を出していきます。結構この子は毎月来てくれてるので、足の骨がどこにあってっていうのはだいたい感覚で分かってくるんですけど、最初に切るんだったらどこに膝の後ろがあって膝があってかかとがあってを確認してからやった方が足のラインが作りやすいです。飯田さんのアンギュレーション綺麗だと思うんですけど、何か意識してることはありますか？意識してることは、まっすぐして斜めにいく、かかとまでまっすぐ、お尻からこの膝の後ろまではまっすぐして、そこからこのかかとまでのつなぐラインは斜めにまっすぐで、このかかとからここは入りすぎると足回りがキュッてなってちょっと可愛くなくなっちゃうんで、ちょっと斜めに入るぐらいの感覚。どれぐらいだろう、90度までいくとストンってなっちゃうんで、ちょっとこれぐらいの横から取っていいですか？どうぞあんまりまだ切れてないけど、短くするんですけど、こうキュッて取りすぎるとすごい胴長に見えちゃってタックアップとのつなぎ目もわからなくなっちゃうので、今ちょっと残しているところの下あたりからギリギリに作って。
たりがもわってしてるのでつながるように。この説明が難しい。で今ちょっとここがもたついてるんですけど、足になかなかにつながるように作って。サイズが大きかったので角取りながらこの丸みを作っていきます。フットライン。フットライン。フットラインを丸くしていきます。私が今意識してるのはキュッてならないようにちょっとまっすぐにして丸めていくっていうのを意識しながらやってます。地面と水平なラインは作るってことですか？そうですね。水平なラインを作りつつこの角をなくしたいのでまっすぐからの45度くらいをこう丸めていきます。穴開いちゃうよ、洋服に。待って、結構穴開いてる。腹刈りしたら私は仕上げで最後整えていきます。はい。今この状態だと上から見るとバックアップがここがちょっと出過ぎててタポ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 して見えるくびれがないように。ちょっとこの子むっちり体型なので少しだけくびれを作ってあげて、上から見てこのつなぎ目が綺麗になるように。ここにつながるラインを作ります。私は少し変わりましたかね。なんか1本作る目安とかありますか？目安大体何分？何くらいだろう。今全然測ってないんですけど、多分わーってやれば5分ぐらいではでき、5分10分ぐらいではできちゃうんじゃないかなと思います。形さえ頭に入ってればもうまっすぐしか切れないのでやだ丸みってなったらその角だけ丸めていくので、ですね。はい。前足も先ほどと同じようにフットラインを最初に作ります。で私は毛を
バツッと1回で切りたいので、ちょっとこれギザバなんですけど、短いギザバだと毛を剥がしにくいので、初めて知っこれで取ります。ハサミちっちゃいんですけど、私は長いやつよりちっちゃい方が先が怖いのでちっちゃいハサミを使っちゃいます。たらさっきバリカン入れてたところを少しぼかしながらまっすぐに切っていきます。ここはもうバリカンかけて短いところなので、短いところからまっすぐに。見えるラインはいらないので、正面からフォームを出して見て、今ここが残ってるので、残ってるところを切っていきます。ハサミがガタつくとまっすぐきれいに切れないので、ハサミはまっすぐに意識しながら取れたら内側に。私が昔よくやりがちだったのが、今もちょっとなっちゃうかもしれないんですけど、こう内側に入れすぎて、だんだんこうさっきもしらしてできたんですけど、だんだんこう広がっていくとブーツカットみたいな感じ。まっすぐにしたいのにここだけえぐれちゃってるっていうのがよく自分の中であったので、前段も短くするので、ちょうどここのくぼみのところからまっすぐなるように作ります。この辺りから飯野さんは四角を作ってから角取るタイプですか？そうですね。もうまっすぐ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 ってやってから角を取っていきます。丸く感覚で作れるようになりたいんですけど、なかなか慣れなくて、このスタイルが一番定着しました、自分の中で。カーブバサミとか使ってたらこう丸くしながらとかカットできると思うんですけど、なかなかうまく使いこなせない。で、後ろ足と同じ太さかなっていうのを確認して、チッピングしながらこう丸みを作っていくので、ちょっとこの辺りをさっき残してバリカンで剥げそうなところはハサミで切っていくので、まずどれぐらいの量が残ってるかを
コームで出して確認して、もう短くするので体も3ミリなので、もう体のラインにこう丸く入るようにいらないところを切ります。と前胸のつなぎ目なんですけど、足はまっすぐ見せてここに丸みを作るので、だいたい半分くらいの、ここの脇抜けがよく残ってしまいがちなので、お座りをしてついてきたところを切ります。尻尾はライオン尻尾にするので、だいたい目安が3分の1残して3分の2を、すっきりなので3ミリで短くします。この子は雫型みたいにしてほしいっていう注文なので、こういう形にしていきます。下にパリカンをかけたところより下に出る毛を全部取って、結構食べないんでね。カーブバサミでここに向かってこう螺旋状に切っていくんですけど、りんご食べないで。かわいい。タッチ。なんで？この時にここに一番長いところを向けて、ここからこうなるように、だいたい3分の1ぐらいのところまでを丸めて、ここから先は先につながっていくようにしていってます。だいぶ自分流なんですけど珍しいですよね、プードルでライオン奇抜なカット。お顔を見てもそうですねまあちょっと普通じゃないカットをして、あとは尻尾が長いので、丸にすることがどうしてもお手入れが大変になっちゃうので、お手入れもしやすく、ちょっと可愛く、ちょっとデザイン性があっておしゃれになるようにっていうので、ライオンを勧めてからずっとライオンですね。やっぱり尻尾が長い子、ちっちゃくポンってならないので、どうしようって悩んでる人が多いと思うんですけど、私は結構ライオンを勧めたりとかしてますね。自分が可愛いなって思うので。可愛い。うちの子も尻尾長かったんで、わーってするとお手入れがすごい、この辺り尻尾振るからすごくて。確かに。
感じでちょっと雫型っぽくはい時とんがらせます。一回止めます。この子はマズルをちっちゃくポンって作って、お耳はペラペラにして、頭はアルパカでもないですけど、ここを丸くしてちょっと首につながるようにカットしていきます。でブロー終わった後にこうやって口舐める前に、さっきリップラインは切っちゃったので、口に入る毛は全部取ってます。いらないところから切っていくので、まつげを切ります。まつげを切ったら、先にマズルを作るので、目頭のこの今ちょうど汚れてる茶色いところ、これがいらないので取ったらストップを作ります。髪を縦にして、ここの決めたラインより奥に出る毛は全部一直線に、ここが下がったりするとこっちのマズルがへこんでしまったりするので、必ずここはまっすぐ、顎下割りがないので短くします。でちょっと前に出して、鼻より前に出る毛を、震えてんの緊張する。取られてる。鼻より前に出る毛を、毛先を意識しながらここの平らな面を作りたいので、ちょっと前に出してと、平らな面ができます。ここからはまっすぐにしたいので、髪をまっすぐして、1ヶ月経って目が埋もれないくらいに短くしたいので、この顔はどういうタイプの顔の子におすすめですか？このスタイルだったら鼻が長くてもいけるんじゃないですかね。マズルが長くても、アーチわりかし鼻ある方なので、そういう、はい、頭のボリュームがあるからそうちょっと見える。で今ここが長いとマズルとつながって見えるので、目の下ヒバさんにちょっとすいて、マズルはマズル、顔は顔で分けます。いらないので切って、ここもすきます。これ縦にすいてるんですけど、取りすぎるとこの戻した時にここだけえぐれちゃうので、だいたい半面がこんな感じのなります。はい、はい、で反対も作ります。なんか私は左側をはい切るときに切りすぎちゃう傾向にあるんですけど、なんかありますか？こうしたら切りすぎないとか。
しっかり見てたらやっぱり見えないやりにくい角度だから、見えないところをずっとこうやってハサミ動かしてるとどんどん切れていっちゃうし、みんなやったらちょっと自分が動いてここのラインって決めたところ、あとハサミがちょっとこっちに比べて安定しづらいからブレやすいっていうのもあって、それで思ってる以上のところを切ってる可能性もあるんじゃないかなって思います。思います。あとはこっち作ってもしこっちかなだったら、もうこまめに見る、どれぐらい取ってたっけって見ると切りすぎないかな。マズルと顔を分けます。このカットはマズルを目立たせたいので結構しっかりめにここは入れちゃうんですけど、たら顎を下持って、ここで下出ないように押さえながら、顎下じゃないの、喉の下持って喉でちょっと押さえながら全体を整えます。口角は上げるように意識して切ってるんですか？なんかニュイってこうニュって上がってる感じで。いや違ったそうですねあれですかね、毛を食べないように切ると上がるみたいな。上がっちゃうんだよね。本当はダメかもしれない。ダメかもしれないですねなんかマズル切ってる時ってそのマズルの形に口動きません？なんかニコっていう顔を作ろうとするとなんかこっちもニコってこうなんか口角上がるみたいな。いつも笑ってるじゃないですか。マズル作る時。確かに。耳が荒れやすい子なので裏はミニ針で出れないようにします。耳縁って割とストレートで切る人も多いと思うんですけど、好きだとどういう利点がありますか？まず危ないからストレートを使っていないっていうのがあって、ストレートだと、合っていくことは基本ないんですけど、合っていっちゃった時にもうスパンって切れちゃうので、目の上の毛を前に出して目に重なる毛は切りします。でそこからこういう感じに丸くしていきたいので、
どこから見ても丸いっていう感じで。そうですね。でここはこうつながるようにしたいので。ここも組み上げた時もこうつながってくるように。